常世の王カリゴは13種類のモーションを確認しています。この動画ではそれぞれのモーションについて回避方法や攻撃タイミングなどを説明します。まずは扇状に広がる氷のブレスです。顔を上げながら口周りが白くなるのが予備動作です。上げた顔が地面に近づいた直後にブレスが発生します。このブレス中は横にいるときは攻撃チャンスになります。遠くにいるときは斜めに走ってブレスの範囲外に出るようにします。ブレスを確認したら走り出してブレスと交わるタイミングで回避を入れてあげます。そしてこの攻撃の後は距離によってはこのような広範囲ブレスに派生し、さらに翼攻撃まで派生することがあります。とりあえず扇状のブレスは斜めに移動して範囲外に出て、その後の攻撃は派生を確認してからでもいいと思います。また常世の形態変化の後はブレスの色が変わりますが、避け方自体は変わりません。次は先ほど見た広範囲の氷ブレスです。顔を右奥に回しながら白い煙をまとったらこの攻撃が来ます。このように飛び上がって距離を離した後にやってくることが多いので警戒します。回避は落ち着いて白い煙と交わるタイミングを測ります。その上で煙が来る方向に向かって回避すると持続判定も回避しやすいです。常世の形態変化後もブレスの色以外は特に変わりはありません。もし早めに潜り込めたらブレス中に攻撃できるし、その後は翼の派生を注意してその後にも攻撃チャンスがあります。次は真下への氷ブレスです。その場で立ち上がって長い時間口の周りが白くなるのが予備動作です。この動作の後は360度にブレスが出てくるので基本的には距離を離します。そしてこの攻撃は常世の形態変化後も同様です。時間に余裕はあるので周囲のまきびしを見ながら移動すると安全です。次は飛び込みながら氷ブレスを放ってくる攻撃です。口周りが白くなりながら飛び上がったらこの攻撃が来ます。回避はブレスのタイミングというよりも着地した後の噛みつきのタイミングに合わせると安定すると思います。この後は攻撃チャンスです。この攻撃は形態変化後も同様です。次は2連続で引っかいてくる攻撃です。右手を高く上げるのが予備動作になります。1回目は右手を下ろし始めたり左手を地面についたタイミングを頼りに回避します。2回目は振りかぶった後少し待ってから回避です。この後は攻撃チャンスになります。この攻撃は形態変化後だと結晶も同時に放ってきますが、回避のタイミング自体は変わりません。次は2連引っかきの後に派生しやすい2連続で尻尾を投げ払ってくる攻撃です。尻尾を向かって右側の上に上げるのが予備動作です。上げた後に尻尾が一瞬ピクッとなったタイミングで回避を入力します。
そして2回目の尻尾は右側から回し始めて反時計回りに回してくるので、自分と交わるタイミングを測って回避します。この後は攻撃チャンスです。この攻撃は常世の形態変化後だとかなり凶悪です。このように尻尾で投げ払った後に爆発する氷を設置してきます。氷の爆発は尻尾を回避してから 1,2 歩歩いた後くらいのタイミングで爆発します。なので尻尾を振った後にこのように爆発も合わせて回避してあげるっていうのもいいですし、近くにいる場合は内側に潜り込むことで爆発を無視することもできます。次は尻尾を叩きつけてくる攻撃です。バックステップとともに尻尾を高く上げるのが分かりやすい予備動作です。もし近くにいるなら尻尾と軸をずらして中に潜り込めば攻撃は当たりません。この後は攻撃チャンスになります。もし近くに潜り込めない場合は尻尾を構えた後に右足を地面に置いた後くらいが回避タイミングになります。さらに遠くにいる場合は尻尾の叩きつけを見送って斬撃を見てから回避でちょうどいいと思います。この攻撃も形態変化後は地面を叩きつけた後に爆発する氷を設置してきます。さらに飛ばす斬撃が3本になるのでマルチプレイの時は注意です。このように中距離だといろんなものを避けなきゃいけないので、基本的には近くで張り付くのが良いかなと思います。次は後ろにいる時の尻尾叩きつけです。カリゴが後ろを向きながら尻尾を高く上げるのが予備動作です。1回目の叩きつけはまっすぐの尻尾がしなったのを見てから回避。2回目は曲げた尻尾が動き始めたのを見てから回避するとちょうどいいです。この攻撃も常世の形態変化後は尻尾を振った後に爆発する氷を設置してくるので気をつけましょう。次は噛みつきからのコンボです。噛みついた後にブレスを伴う噛みつき、そこから翼攻撃まで派生します。最初の噛みつきは多分若者じゃないと反応できません。この後の噛みつきは上げた頭が動き始めたのを見て回避。その後の翼は内側に潜り込めば当たりません。この攻撃は常世の時も同様です。またこの攻撃は翼攻撃の後に尻尾を回してくることもあります。なので翼の後は様子を伺って尻尾を回し始めたら回避。そしてこの後は攻撃チャンスになります。次は翼で正面に冷気を飛ばしてくる攻撃です。この攻撃の後はブレスを伴う噛みつき、そして翼攻撃、その後に回りながら360度ブレスを吐き、最後に尻尾の叩きつけとともに周りに出てる氷を爆発させます。この後は攻撃チャンスです。最初の冷気は翼が当たらないくらいの距離に行って回避で避けることもできます。タイミングは翼を正面に上げたくらいです。少し離れている場合は冷気が出たのを見てから回避できます。
ただこの攻撃は正面に立ってなければ当たらないので、横に避けるのが一番安定かなと思います。その後は先ほどと同様に噛みつきと翼を避けてあげて、広範囲の氷ブレスは交わるタイミングで前回避。この後は爆発が当たらない範囲で尻尾の斬撃を避けてあげるか、近くに潜り込める場合は潜り込むと安全だし、その後の攻撃チャンスを生かせます。この攻撃は常世の形態変化後も同様です。次は霊気チャージです。紫色のもやがかかって翼を地面に置くのが分かりやすい予備動作です。この後はカリゴを中心に衝撃波が発生するので遠くに離れてあげます。次は滑空しながら氷のつぶてを放ってくる攻撃です。常世のカリゴは一番最初にやってきます。自分は基本的に進行方向に立たないようにして内側に潜るのを意識してます。そして2回目は着地して滑った後の位置の距離感覚が分かると、最後近くに潜り込めばただの攻撃チャンスになります。この攻撃は戦闘中にもやってきます。その場合は飛び立った方向と逆の方向から突っ込んでくることが多いので、自分は逆の方向に走って1回目の攻撃は足元で避けるようにしてます。最後はフィールド全体を冷気状態にする攻撃です。この結晶を放った後に爆発させて、その後フィールド全体が冷気やられ状態になります。全力で離れてみようともしたんですが、どうやらどこにいても冷気の状態以上が溜まっていくようです。ちなみに今のこれは3例の音調をとっていて、冷気の溜まりがちょっと遅くなってます。ただそれでも時間が経つと徐々に冷気の蓄積量が上がっていくみたいです。最初のクリスタルの爆発には攻撃判定はないようなんですが、爆発した後その範囲内にいると冷気がかなりの速度で溜まっていくので、基本的にはクリスタルから離れましょう。横から見てる限りクリスタルの爆発はカリゴの後ろ足くらいまで伸びるようです。以上が常世カリゴの解説になります。最後におまけですが、通常個体の大技についても簡単に説明します。この通常時の大技はその場で飛び上がった後にフィールド全体に白い霧がかかります。この後こんな感じにパリパリといった音が鳴っていたら、フィールドの空にドーナツ状の氷が発生してそれを落としてきます。この攻撃に対しては空を見上げてこの円の範囲外に出てあげるか、アンチになってる円の中心を探してそこに潜り込むか、そうすれば回避もせずに避けることができます。中心に潜り込むと攻撃チャンスにもなっていいですね。もし中心を目指して道半ばで氷が落ちてきた場合は、氷は外の円から落ちてくるので、それでタイミングを測って回避できます。そして大技にはもう1種類あります。これは飛び上がって霧がかかった後にどこかで吸い込むようなエフェクトが出ます。この吸い込みの中心から360度向かって冷気のブレスを吐いてくるので、このなんとなく見えてる岩の後ろに隠れることで回避することができます。この辺の大技もやってくるかなって思ってたんですが、30分以上戦って1回もやってこなかったので、どうやらやってこないのかなとも思います。ということで今回の解説は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。